カ国の中から、野菜と果物の出身地を、今から皆さんに当ててもらいたいと思います。下をこう。辛いものは一応好き。一応好き。体めっちゃ反応する。国際交流員ワクワク動画。ちゃんと味がしてる上の方は。上はちょっと辛い。いや、ちゃんと辛い。なんかちなみにめっちゃ辛い。ちょっと歯茎が痛い。なんか顔が赤くなる。やめたね。水が。じゃあどうぞ。じゃなくて食べて。結構似てる。そこは日本人。今度はぜひ。もう一つ私が選んだのはこれアマランタスの種類。アマランタス。ごめん、アマランタスの意味がわからん。ほうれん草みたいなものなんだけど、それの種類。ほうれん草関係ないと思うね。下を食べるんですか、それとも葉っぱを食べるんですか。どっちを食べる。ちなみに誰かわかりますか。これはイザベル絶対してると思うけど。で、これはルーバーブですね。ルーバーブです。そっか。名前は知ってますか。ルーバーブ。初めて聞いた。葉っぱは食べれない。毒がついてる。逆に。いや、優しい毒。お腹壊すぐらいの。食べるのここなんだけど、酸っぱさもあるし苦さもあるから砂糖につけて食べる。タルトとかに入れるのすごく美味しい。結構酸っぱい。たくさん砂糖入れてるからめっちゃ甘くなるんですね。私が選んだのはアイルランドで合ってますか。合ってないですね。これ中国だった。じゃあインドでこれは皆さんが知ってるものです。これは日本のコンビニでよく売ってる飲み物の中に入ってます。タピオカ好きな人。タピオカなの？タピオカです。私にタピオカって言ったら私はこれを想像します。これがタピオカの原料ですね。なのですごくタピオカ好きですかとか聞かれても、タピオカは好きですけど芋の方が好きですね。日本の飲み物に入ってるのはタピオカのでんぷんからできたタピオカバーですね。もう一つはこれはインドのもので合ってますか。違いますね。これはフランスですよね。フランスのものです。これはですね、私いつも話してるミラベルというものです。私の出身ロレーヌ地方の特産品となってます。ロレーヌ地方だけではなくアルザス地方やブルゴーニュ地方とかカナダのケベック州にも栽培されているんですけれども、一応ロレーヌ地方は、世界生産の8割を示すので、もう本当にミラベルといえばロレーヌ地方ですね。スモモの仲間といっても結局酸っぱくないですね。これは結構甘い果物です。私の出身地だと8月にミラベルフェスティバルまであります。生で食べるのは基本だと思うんですけれども、一番有名なのはタルトですかね。はい、皆さんぜひ食べてみてください。甘い。甘い。美味しい。これは桃っぽい。はい、私が選んだのはこれですね。アイルランドのものですか。はい。
これもしかしてホースラディッシュ？あー違うね。私英語も日本語知らないけどフランス語で種じゃないかなって思ってる。種？種。わからないね。これは、パースニップたちにとっては白いキャロットみたいな煮るだけとか蒸すとかいろいろあるんですけど、一番多いのが多分ローストそのままオーブンで焼く感じですね。ローストハムとかローストチキンとかこれがベッドになるんですね。その肉を上に乗せて両方焼く感じ。2番目で選んだのは、残っていたものなのでこれフランスのものですね。一応日本語と英語でグースベリーって言うんですけれども、これフランス語の名前面白いんですよ。ゴーゼヤマコといってサバに山ゴーゼアマコ山入ってない山って聞こえた。直訳したらサバ料理に合わせるグースベリーという意味ですね。サバ魚。昔は多分サバ料理のソースでよく使われていたからと言われています。今は普通にって食べるんですけれども、これさっきのミラベルと違って酸っぱいんですよ。ということでルバーブみたいに塩をちょっとかけて食べるものです。ちょっと質問。塩をかけるか砂糖をかける？塩って言った今。いや塩をかける。酸っぱいから塩を。これねもう一つ持ってきたんだけど、これねわかる人いますか？中国語はわかる。日本にすごく似てるものがある。力の大きさ。日本だったらみかんぐらいの大きさしか売ってるの見たことがなくて、これはカブ、スイードカブっていうらしいんだけど、本当に大きくて、このぐらいちょっと小さいボールぐらいじゃがいもみたいに蒸したり煮たりするんですけど、見せたかったのがそれがハロウィンはかぼちゃに皮を彫るんですけど、最初はかぼちゃはなくて皮を彫ったのはこれカブだったんですね。ですっごいやりにくいと思う。石みたいにこれ硬くてだからすっごい時間がかかる。でももっと長く残る。あともっと怖い。かぼちゃだったらなんか可愛いオレンジ、なんかみかん色だからどうしてもどんなに怖い顔を彫っても可愛いかぼちゃだね。撮ってるけど今日は日本であまり知られていない外国の野菜と果物を紹介しました。私見た果物の中ですごいびっくりしたのはカズさんの果物の食感と味はすごくてもう気に入りました。買いたいなと思いました。ある程度なんか何を持ってくるか予想してたんですけど、そのものはほとんど持ってこなかったからやっぱり皆さんいろいろあるんだねって思ってびっくりしました。2つとも外れて悔しいところもあるんですけど、野菜や果物についての知識が、どんどん増えてきてすごく嬉しいです。今日普段からやっぱり手に入らない、食べれないものがたくさん、試せてよかったなと思ったのと、やっぱり知識が増えたのがすごく嬉しかったんですけど、で久しぶりに青唐辛子試せてっていうか食べれてよかったなと、すごく美味しかったです。はい。私も人生初めて青唐辛子を食べてみるきっかけになったし、皆さんの国のいろんな初めてほぼ初めて見る果物や野菜ばかりで楽しかったです。フランスのミラベルが金柑の実と似てて、最初はやばいなんか味がまずいかもって思ったんですけど、すごい甘くてびっくりしました。美味しかったです。はい、ちなみに青唐辛子は
すごく舌とか歯茎が痛くなりましたけど、すぐ消えたのでぜひ食べてください。すぐ治ったから。すぐ治ります。すぐ治ります。はい、それでは次の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。